空手生ぼっちです。お久しぶりでございます。今回はですね、ですね、伝統空手家の方も大変勉強になると思われます。フルコンタクト空手におけるその場基本の練習をやってみようと思います。私が勉強したことになりますので、ちょっと時間の古いものでもありますので、間違っていることなどもありますけれども、伝統派空手の方々にも使える基本となっておりますし、フルコンタクト空手の流派でも、その場基本稽古が昨今あまり行われていない流派もありますので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうかといった趣旨でやっていこうと思います。よろしくお願いします。うっす。うっす。それでですね、ここにまとめた通りなんですけれども、突きと手刀技をやっていこうと思っております。まずは、正拳、手刀、中段突き、上段突き、顎打ち、左右打ち、正面打ち、膝打ち、回し打ち。手刀は4つですね。打ち下ろし、横側面打ち、内打ち、膝打ち。このあたり、基本中の基本となっております。フルコンタクト空手。沖縄空手でも行われているところは行われておりますので、ぜひトライしてみると面白いと思います。僕以外の方もフルコンの方で挙げられている方もいらっしゃると思いますので、いろいろな方の参考にして自分なりの空手を作り上げていかれると面白いと思います。それでは早速ですけれども、始めていこうと思います。おっすですね。まず、せっかくなんで、平行立ちでもいいんですけれども、内ハの字立ちでいこうと思います。もしくは、平行立ちで、どっちでもいいかなと思います。軸は真ん中に置いて、フルコン空手なんで、軸を一軸理論とか二軸理論って言われるあれだと思うんですけども、左足軸にして、大山正嗣先生もこういう打ち方されてますけれども、そういった打ち方はまた強い打ち方ですので、僕はそれはそれで素晴らしい打ち方だと思います。それでは、正拳中段突き、右拳を引きまして、基本的にはですね、溝落ちをつくんですけども、50や沖縄の系統ですので、上に構えることが多いんですけども、これは初等家の方は腰でもどっちでもいいと思います。今回腰であったり上であったりやってみようと思います。1、2、3、4、5、6、いや、3、4、5、6、10、上段構えて、次はですね、これ伝統空手では、53度がでは行われているみたいですけども、ショートガンの方なんかでは珍しいんじゃないかと思います。まず、正拳、顎打ち。どちらかというと、グローブの流派に近いような構え方で、ちっちゃくならないで、横に大きく構えた状態で、立てた感じで、ついていきます。相手の顎を狙ってついていきます。1、2、3、4、5、6、いや続いて裏剣正面打ちですね。裏剣正面打ちに入っていきます。正面打ちは同じようにあまり軸をずらさずに顔面、顎のあたりを隠すような感じで開かない。開かず、ぐっと締めて中段を守りつつ打っていきます。1、2、3、4、5、6、
ロー、ういや、いや、いや、おっ、いや、あ、あ、え、は、が、ういや。次は、左右打ちにあります。裏剣を胸の下のあたり、スイーツのあたりにかけますね。これで横に打っていきます。ちゃんと見ることが大事です。見ないでやらないように。こう見て、横にいる悪党をね、こうバカーンと叩いていきます。ちおいやしやちおはいや。これ腰使っていくと、伝統選手は腰も上手に使える人が多いと思うんで、こう、ムチミとか逆腰入れてみたりすると、パーンと、で、こう、パッと止めてみたりね、止めると、ムチミ、腰の力をこのままパーンと乗せやすいので、止めてみるのが面白いと思います。よー、左右。あ、終わったか。次、膝打ちですね。相手の間の膝のあたり、やっていきますね。残酷な技ですけども。こう、横に構えて、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、これこう止め入れるとまた楽しいですね。ドカーンと、ガツンとね、ガーンと。で、まあ、これは、ついた方を横に入れるっていうルールが、こう、つった方は下に入れるっていうルールが、地味にあります。まあ、理由はいろいろあると思いますけど、下の方から行くよりも、まあ、上の方が力が入りやすかったりとかっていうのも、まあ、もちろんあるかと思いますけど、いろいろ研究されるといいかと思います。次、回し打ちですね。回し打ちはこれ、もうスワイショーと、こうボクシングのフックを合わせたような技になります。構えてー。どうかな。1、2、こういって、こうですね。3、4、5、6、いや、4、5、10、いや。これはあれですね。沖縄のジオンなんかでは、ジオンの上げ受けのところが、これ、回し打ちになってますよね。あれ。ね。これは上げ受けの後のね、ついてからの回し打ち。ついてから上げ受けのところをついてから回し受けにするっていう感じになっている理由がありますね。では次、下を、成形が終わりましたんで、下に入っていきます。下をまず打ち下ろしですね。その打ち下ろしは、まあ、ショートガンで行われる、下受けがこう、変化したようなものでもあり、攻撃技となっておりますね。構えは、脇の下に、人はこういった伝統派の構えではなく、こうやや曲げて、親指も曲げたような形で、楽に構えていきます。まず用意で、上から打ち下ろしていきます。1、2、腰を使って、真上から、4、5、6、いや、1、2、4、5、1、8、9、10、いや。です。これは、なかなか格闘技に
は見られない、現代格闘技では見られない、上から下の攻撃ということで、珍しい、面白い攻撃だと思いますね。上から下への攻撃、こう、倒した相手への追撃であったりとか、ね、こうタックルを来た後、タックルをパッと来た後バゴンっていう、こういう使い方もいいかなと思います。上から下の攻撃っていうのはやっぱり、こう、ルールのない世界では、慣れとく方がいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ次、横顔面打ちに行きます。同じく、横に構えて、顔の横から回していきますね、同じく。回して、ドーン。腰の、これを使って、1、2、3、4、5、6、おいや。1、2、アップ、お、1、8、9、10、おいや。で、下を内々に入ります。これは、ほぼほぼ、電動空手の首都受けと、だいぶ近いものになっています。こう、から内側に向かって、相手の顔面をこめかみのあたりを狙って、打っていく技になります。1、2、3、4、5、6、おいや。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、おいや。次は人を回し打ちになります。これ最後ですね。同じく、脇に構えて、頭の上から相手の脇腹を狙って打っていきます。やや真ん中を通過するぐらいの位置で、膝は締めると、なんか遠心力を乗せやすいですね。遠心力を乗せるっていうのが、ちょっと伝統空手ではあまり見られない感じですね。1、2、3、4、5、6、いや。1、2、4、5、6、7、8、9、10、いや。ということで、フルコンタクト空手における、その場基本、主義、正拳と手刀、基本中の基本のものになると思うんですけれども、今回やってきました。これですね、やはり、小山正先生とか、沖縄の方の小山正先生が学んできた沖縄の方の空手の、ね、点を中心にして、円を描いていくという、そういう、ね、体の使い方、なっていきますね。こう体の軸があってですね、伝統空手だとパッと技を出しますけれども、例えば、スワイショのように回すように技をドーンと出していったりとか、ね、この軸から、ボーンと、ね、電電太鼓のように、この中心から出していったりとか、この裏毛回し打ちとかも、似たような感じですけど、ちょっと離れたところにも重心を設置して、こっからドーンと行くような、このちょっと離れたところに設置して、ドーンと行くような打ち方、ぐるぐるーんと巻いて出すような技だったりとか、いろんな遠心力の使い方があって、足腰から出た力を、遠心力として手に乗せていくっていうのが、すごく面白くて、僕は勉強になるところだなと思ってますね。もちろんまっすぐのが強いんじゃないのかとか、
そういった意見の交差っていうのはやっぱりあるんですけれども、その人が結局、その人その人のどれを取り入れていくかとか、いろんなところなんで、一概にどのやり方が最強です、あるとかっていうのはないと思っております。じゃあ、そういうことで、今回はですね、フルコンタクト空手の沖縄でも行われてますけども、50流空手の方もできると思うんですけども、消灯管の方ですとか、こういった遠心力を乗せた内派の字立ちや三陣立ち、実際には三陣立ちで、やっていくもので、突き技なんかはこっちで、受けはこっち、みたいな感じでやっていくんですけども、書道館の方は平行立ちでやるのに慣れてると思うんで、自然体でやったりとか。ね。ここら辺は、なんとなく内派の字立ちや平行立ちでしっかり内側に重心を入れたような形を作れていればいいと思います。あとこの遠心力を使っていくっていう技の出し方ですね。これ子供ちびっ子とか、なんか一生懸命力入れてって言ってもなんかできない。なんか力が入ってないっていう。腰を回し、腰とか、ね、腰の力を乗せていけとか言ってもなかなかできない。なんか力が入らないっていう。そういったちびっこに全身の力、また、あるね、伝統空手とは一般的な伝統空手とは違う、直線の技ではない遠心力を使った思いっきりぶん回していくっていう面白さがあるので、ボクシングで言えばフックですけど、フック的な、フックやアッパーみたいな、遠心力も使っていく打ち方であって、これはこれで非常に勉強になりますんで、こういった技も練習のバリエーションの一つとしていいと思います。そんな感じでまとめとさせていただきます。練習のバリエーションの一つとして、ぜひ、たまにやってみると、なんか得るものありますんでね、やってみてください。ちょっとまた長尺になりましたけども、失礼いたします。